笑顔が最高の薬。パーキンソン病患者さんのチャレンジを手助けするスタンドアップ 4PD チャンネルです。こんにちは。私は神経筋認定理学療法士かつケアマネージャーでもあるいでちゃんです。このチャンネルでは主にパーキンソン病に効果のある運動や日常生活の過ごし方をご紹介しつつ、パーキンソン病に関わる知識なども分かりやすくお届けしていきます。現状の運動機能の維持のためにも、動画を患者さん同士で共有したり、一緒に運動をしてご自分のために長く続けていっていただきたいと思います。継続的に動画を見て運動をしたいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして公式 LINE ではどの運動をどれくらいやっていくべきかをリマインド的にお伝えしますので、このチャンネルの概要欄にある公式 LINE リンクから登録をお願いします。今回はすくみ足の病態です。今回から3回ほど座学ですくみ足について取り上げます。日常的にすくみ足でお困りの方はぜひご覧ください。では始めていきます。まず、すくみ足とは歩く意思があるにもかかわらず、足を一歩出すのが難しくなる一時的な症状です。姿勢の不安定性、発語の問題、実行機能の問題や認知機能とよく相関したり、すくみ足が出現する患者さんの中には、うつや不安を持つ患者さんも多いとされます。続いて、すくみ足は動作の内容、環境、状況、心理的要因が誘因となり、認知、情動の影響も大きく、大脳基底核の機能でご説明したループで言うと、運動ループだけではなく、認知、辺縁系ループも関与していると考えられています。よって、すくみ足の原因となるのは、無動やバランスの問題などの運動機能だけではなく、認知や情動、精神的なものなどが絡み合って生じており、これに対してすくみ足のリハビリテーションも運動機能に特化するのみでは対処できないということがわかります。皆さんもよく実感としてお持ちかと思いますが、すくみ足は状況依存的に発現するもので、歩き始め、目標物に近づくとき、方向転換、狭いところを歩くときなどに誘発されやすいとされます。具体的なシチュエーションとしては、出入り口、二重課題を行うとき、混雑した環境、時間制限があるときなどに生じやすいとされます。このあるシチュエーションで発現することに対する恐怖感をお持ちの方も多いかと思います。私の知り合いの患者さんにも、バスに乗るときにすくむようになってきたとおっしゃってから数ヶ月後には、もうバスは乗ってなくて夫に送迎してもらってるとおっしゃっていました。パーキンソン病の進行自体はそのように急速に進行するものではないのですが、すくみというのは一度その状況で不安や恐怖心を覚えて何度かうまくいかないことが続くと、より一層すくみがきつくなるという特徴があります。他の状況では変わらず外出、家事ができていてもバスは難しくなってしまうなど、あるシチュエーションにのみ対処できなくなってしまうということがあります。これが一つのシチュエーションにとどまらず、今度は外出先のトイレが難しい、エレベーターが難しい、エスカレーターが難しい、人が並ぶような受付が難しいなど、対処できないシチュエーションが増えてしまうと、外出自体が不安でできなくなってしまう可能性があります。ですので、このシチュエーション一つ一つの対処法を知り、最初は不安でも一つずつ克服して自信をつけていくことが大事です。こういった
複雑な病態であるすくみ足に対して、リハビリとしては聴覚的、視覚的などの外的球の使用、そしてすくみ足が発生しやすい状況で行う動作を意識的にコントロールする認知行動療法を併用することが良いとされています。次回はこの認知行動療法について詳しくご説明していきたいと思います。認知行動療法はすくみ足が発現する動作を分割して意識的にこなし達成することで自信を取り戻していくことにつながるかと思いますので、ぜひご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。